さらに実験として5センチぐらいにカットしてみましょうか。5センチ。これで5センチになりました。5センチ。こうなってくるとちょっとね、ふんわりと大きく房がついているようなイメージがあります。ああ、なるほど。やはり難しいですね。こう無条件に直線距離が長くなって刺さりやすくなるという類のものではなくて、切っ先をうまく倒すためのもの、やっぱり私にとってはそうなんですよね。この房を使って直線距離を無条件に長く取れるようなもの、この間の尾翼の効果のあったもの、ああいう効果が得られればよかったんですけれども、やっぱりそうではないんですよね。倒れた後、多少やはり直線で安定はしてくれます。安定はしてくれるんですが、極端に大きな効果っていうのはないです。ただ確実にこの剣の飛ぶ軌道は違ってきます。今ちなみにほとんど押さえずに打ってます。押さえずに打ち出しても刺さってくれます。ただやはり剣の飛ぶ勢いで違ってきてしまう。強く打ち出せば当然まっすぐ刺さるんです。なんだろう、例えばなんですけれども、体を鍛えに鍛えた人がその身体能力をフルに発揮して打つと、例えば距離が短すぎたりして切っ先が立ったまま的に当たってしまう、そういう事例が起こった時にパワーをコントロールするのではなくて、手裏剣でブレーキをかけて適正な位置で刺さるようにする、そういったものになった印象です。これどちらかというとパワーのある人向けなんでしょうかね。例えば力のない女性くの位置、もしくは年配の方、子供、そういう方が、それでも思い切り打って、本来であれば近すぎて剣が立ったまま当たってしまうところを無理やり剣にブレーキをかけて切っ先を前に向ける、そういったもののような印象があります。先日試した尾翼、操舵舵、ああいったものですと力関係なくもひょいと打てばこの直線距離が長くヒュッと伸びるように飛んでいってくれたんですけれども、そういったものとはまた違いますね。これなんですけど、ちょっと思いつきなんですが、こういった、ちょっとほどきますね。
こういった先の重い先重心のやつ、先重心の手裏剣に非常に大きなこういう房をつけたとして、まっすぐじゃなくてこの落ちてくるこれを安定させる、要はちょっと斜め上にバンと投げて上からこう降ってくるような、その向きで安定するようにして使えば面白いかもしれない。例えば建物の上から投げ落とすとか、ここにすごく大きなものをつけて、もしくは直線じゃなくて思いっきり上に10本も20本も上に向かって投げて、相手の上方からこう降ってくるような軌道で打てると面白いかもしれない。いや、何が言いたいって、なかなかねこういうストレートの剣体だとやはりこれが抵抗になってしまうんですね。だとしたらこう落ちる方向で安定すればもうちょっと面白いんじゃないのかな。ちょっとやってみます。これにつけてみます。即席ですが作ってみました。先重心のものプラス大きめの房、これだともっと軌道が安定してくるんじゃないのかなと。そうですね、だいぶやっぱりちょっと下向いちゃうんですよね。だからどちらかというと打つっていうよりは投げる、肩の強い人が思い切り投げればいいのかもしれない。もしくはさっき話したように高いところから投げ落とす、こちらの方が安定しそうですね。やっぱりね、切っ先がかなり下を向いてしまうので、ちょっと減らしてみましょう。少し減らしてみました。やっぱりそうですね。どちらかというとこの大きい房をつけたものは無条件に直線距離を長く伸ばすというよりは、肩の強い人が放り投げるように使うと安定するのかもしれない。あくまで私がやってる結果ですよ。例えば房に選んだ素材によっても違いますし、蓋の付け方によっても違ってきますが、なんとなくそんな感じがします。やっぱりね、今軽く打つと切っ先が倒れてしまうんですよね。だからこれで安定、もしこれで安定するんだとしたら、こうやって離して安定するんだとしたら、例えばこう上向きに投げて上からこう落としてくる、そういう使い方の手裏剣であれば、女性や子供、非力な人でも使えるものになるのかもしれないですね。今ね、かなり手裏剣を立てて打ち出してみたんですけれども、それでもこう綺麗に倒れてくれたので、やはりこの一定の効果というのはあるようです。ち
ちょっと最後に1センチぐらいにしてみました。これでもやはりねちゃんと効果はありますね。1センチぐらいでも十分効果はある。倒すだけであれば。今もし房がなければ絶対に立ったまま飛ぶような打ち方をしたんです。立ったまま的に当たるような打ち方をしたんですが刺さってくれました。なのでこれぐらいでも一定の効果はあると。逆にわずかに手裏剣を倒すだけであれば房はこれぐらい1センチもあれば十分。だから本当に打ち方との相性によりますね。この軌道はねこれはこれで嫌いじゃないです。ちょっとカメラを持って撮ってみます。うまく映るといいんですけれども、なるべく立てた状態で手裏剣を打ってみます。もう一度いきます。というわけで今日は房の実験として剣体とのバランスであったりとか、あとはこの房の長さですね、長さ量、こういったものを変えながら手裏剣を打って遊んでみました。結果としてなんですけれども、やはりこの房というのは途中何度もお話はしたんですが、この以前作った尾翼、あれのように無条件で直線位置を伸ばしてくれるという効果は今のところ得られませんでした。どちらかというと強く打ち出してこう飛んでしまうものを空気抵抗によって水平に戻す。もしかしたらこの水平の期間がやや長くなる可能性はあります。ただし房の抵抗、空気抵抗というものはすなわち言葉の通り抵抗なんです。つまり手裏剣のスピード、威力、そういったものにブレーキをかけるものであって、そのブレーキがかかりすぎる結果、つまり適正の位置よりも遠くなってしまうと、いわゆる首落ち、先端が落ちてしまうという結果になってしまいます。例えて言うなら、限定の距離で非常に強い手裏剣は作ることができるかもしれません。例えば2剣に合わせたもの、もちろんその人の力によりますし打ち方にもよりますけど、ある一定の力で打った時に2剣で非常に強いとか1剣半でよく刺さる、そういった手裏剣はできるかもしれません。それもね、ある意味でこの手裏剣の性能を引き出すっていう考え方の一つにはなると思います。ただね、ちょっとこう巻物の代わりにつけたものとはまたやはり役割が違う。この房がもしかしたらもっとこう直線期間をはるかに伸ばして安定させてくれるといいなと思っていたんですけれども、なかなかある一定の期間まではいいんですけれども、そこを過ぎるとこう極端に首落ちをしてしまって刺さらなくなってしまう、そういった結果になってしまいました。逆に言えばね、そういうものっていうのは例えば3剣でどう打っても先端が落ちてしまう剣を持って2剣半で演武とかそういったことをすれば成功率っていうのは格段に高くなるんじゃないかなと思っています。そういう使い方っていうのはあるなと感じてます。この古流棒手裏剣大会の場合、この房の長さって決まってるんですね。手裏剣の大きさにかかわらず4センチと決まってます。
つまり4センチの長さの中で特にそういう効果をもたらすっていうのは難しいんじゃないのかなと。たとえこれが材質を変えたとしてもちょっと難しいんじゃないかなと思ってます。なのでどちらかというとその適正の距離を作るという意味で、私はもしこの房付きをそういった大会に持ち込むとしたらそういった気持ちで作ります。ここはね個人個人の考え方、もちろんもしかしたら私のやり方と違うやり方でこの直線距離をものすごく伸ばす画期的なやり方があるかもしれません。そこはねやっぱり非常に研究している流派の方とかもいますので、実はそういう打鍵を見るのも楽しみです。この房、これを例えばもっと量を増やしてこれをもっと固めれば巻物に近くなっちゃうんですよね。なのでこの合いの子のような形、もしかしたらできるんじゃないかなとか、そんなことも考えています。あとはね、手裏剣を始めたばかりの人がどうやっても簡単に刺さるもの、ダーツみたいなものになるんでしょうかね。そんなものがあるとまず刺さる楽しさっていうのを知ってもらえます。刺さる楽しさを知ってもらえると手裏剣の楽しさの第一歩だと思っていますので、そういった使い方なんかもあるかなと実は思っています。なんでね、この房、それから巻物の考え方いろいろあるんですけれども、私は正直を言うとこの手裏剣の性能をもっと引き出せるようにしたい。もうどうやっても簡単に刺さるよと、そんなものを作ってみたいなという気持ちも実はあります。もちろんそのためには構造を理解していなければいけないし、自分の技術でどんな手裏剣でも刺せるようになりたいというかなります。その上でそれを理解した上で誰でも簡単に刺さるものなんてのがあると、手裏剣を始めたばかりの人がぐっと楽しくなるんじゃないかなと思ってます。こんな形でいろいろと実験をして遊んでいますので、もし何か興味のあるようなことがありましたらコメント欄の方に書き込んでいただければ対応させていただきます。それといつも高評価、グッドボタンを押していただいている方、本当にありがとうございます。今回の動画も面白ければ高評価、グッドボタンを押していただければと思います。よろしくお願いします。では今日の動画は以上です。最後まで見ていただいてありがとうございます。失礼いたします。